ニーハオ、皆さんこんにちは。マーイマナハ、国際理解と交流講座の中国語で道案内の動画配信へようこそ。本来ならこの新しい施設で皆さんをお招きして講座を受けていただきたいところですが、コロナ禍の影響でほとんどの講座が動画配信ということになりました。しかし日本には災いを転じて福となすということわざにもあるように、コロナ禍においても人間の知恵で工夫し、いつもならですね、人数制限のある講座なんですが、動画配信のおかげでより多くの方々に届けることができるようになりました。他にもコロナ禍ならではのアイデアをいろいろありそうですが、ワクワクしています。はい、ここで少しゲストの紹介をさせていただきたいと思います。今日、動画配信のお手伝いをしていただく煉獄京次郎さんが、お越しになってます。どうですか？素晴らしいですね。今日私たちの講座のために来ていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は講師の徐法師さんをお招きして中国語で道案内をするという実践を交えて楽しみたいと思います。そして外国の言葉や文化に触れることで興味や関心を持つことができたら素敵だなと思います。それでは講師の徐法師さんを、紹介したいと思いますが、私よりも日本語がとても上手で素敵な方なので自己紹介をしていただきたいと思います。では徐さん、よろしくお願いいたします。はい中国から、参りました徐法熙と申します。徐は皆さん運転するとき、道で見てる丸いところに書かれてる徐行の徐っていう徐です。で、法は相撲取り選手の白鵬の方で、飛は飛ぶ飛行機の飛です。どうぞよろしくお願いします。今日では皆さんにちょっと簡単な中国語とか中国の事情を紹介して、少しでも皆さんご興味を、いただければ幸いと思います。では、とりあえず今皆さんお聞きになっているこの音楽は中国では祭り歌という、音楽です。これはとても有名な民謡で今皆さんお聞きになっているのは二胡アーフでやってる楽器なんですけども、沖縄も三品茶がとても有名でこれをちょっと機につながりがあって一緒に、頑張っていきましょう。では、中国の事情に関してもちょっと紹介させていただきます。まず、皆さんこの地図を見ていただければ分かると思うんですけども、この1っていうところは今僕たちがいる沖縄で、自分は中国とても広いですね。中国の面積を言うと960、平方キロメートル。どういう概念かというと日本の25倍っていうことですね。日本の地図を25個この大陸の方に埋めれるっていう感じで、なのでとても広い土地の中で自分の実家出身地は、この青のところ、福建省っていうところなんですけど、この青のところですね。福建省の、面積は福州というところで那覇からわずと800キロなんですね。で昔、貿易船もそこからスタートしてで沖縄に来てて、で沖縄の人も向こうに行く時まず福建省に着いてそこから南京やら北京やらに行って勉強をしに出たんですね。なので本当は東京よりも近いですね。こう見えた東京はこちらですね。でとても広いなので自分が今日紹介した中国もあくまでも自分が見た中国です。
もし誰かが中国は何々と言ったらそれはまあ冗談とか大げさだと思えばいいと思います。なぜかというと、さっきも言ったようにとても広いですね。あと中国には、人口は14億人。さあ日本は人口どれぐらいでしょう。知ってる方いらっしゃいますか。1億ちょいですね。はい、1.2億ぐらいですね。なので中国は、まあ、日本の人口のほぼね10倍ぐらいな感じで、はい、とても人口が多いです。でその中で日本では単一民族っていうのが一つの民族で中国では56の民族もいることで、なのでみんなの言葉もバラバラですね。はい、日本人っていうとみんな大体日本語を喋れるのがなんか当たり前というじゃないですか。でも中国では標準語、中国語の標準語は喋れない人も実際に、いっぱいいるんですね。とかあまり、得意じゃないとか、例えば自分のおじいさんおばあさんは、標準語が喋れない。そうですね。なので皆さんが中国語を勉強するとき、ちょっと難しいな、そんなに綺麗な発音できないなと思っても構いません。中国人でさえわからないので、それでもみんな何度か喋って通じ合ったので自分に自信を持ってください。はい、で、中国は、自分福建省出身で、大学はね、こちらですよ。ここの河南省というところで、地図から見ればとても遠いですね。沖縄から静岡までの距離ですね。はい。なので昔列車に乗って36時間もかかりました。はい。で具体的に何が違うかというと、例えばね、でここはもっと有名な都市、上海市というところで、中国では大きな町で、上海の風景を見るとこんな感じですね。これは有名なワイタンという上海の夜景で、洛陽を見るとちょっと都な感じ。これは日本ですね。はい。もし皆さん、奈良とか京都にいたことがあれば、実はこの、京都とか奈良の町づくりは洛陽とそっくりですね。昔唐の時代、今から、1500年ぐらい前かな、そこからいろんな文化が影響して今の、京都の感じになってるんですね。はい、なので自分の大学はここでそれぞれみんな文化が違うし、であとは自分の実家のとても特徴的な建物というと、ポロというところなんですね。これ見たら多分みんなびっくりするだろうと思います。こんな感じです。これお家です。はい。なぜこんな巨大、住宅ができたというと、昔、山には山賊、ちょっと危険危ない人がいて、そしたら皆さん自分の家族を守るためにこういう巨大な建物を作って、で宇治、例えば新垣家とか、そう前原家とか、そうみんなこの一つの家が全部その中に住んでるんですね。この一つの家は多くて160戸籍ぐらい入ってるんです。はい、で大体3階建てになってて、1階は台所とか2階は倉庫で3階は自分の寝室みたいな感じで、そうこれは時間の有名な建物トロ、福建トロっていうところで、なのですごくね、さっきの上海も洛陽も福建もみんなそれぞれ文化が違います。はい、であと一つ皆さんに見せたいのは、これは中国の紙幣ですね。でここに少数民族の顔も写ってて、はい、でこれはもう自分は漢民族で
さっきも言った中国56の民族もあって、民族ごとに言葉とかも違います。中国のお札見たらここに、いろんな言語が書かれてるんですね。もちろん中国語があって、でこの後ろのアルファベットになっているところは宋語というところ、相続という民族があって、ちょっとベトナムとかタイの方に近いところで、また、モンゴル語もあって、これも昔中国モンゴルの影響がすごく強かったので、特に秦とか元とかの時代で、このモンゴル語も使われていて、中国国内でも今モンゴル族、自分の同級生の中には普通にいるので、で、次はチベット語。チベット語はチベットだけで使われてるだけじゃなくて、そのチベットの隣の青海省とかいろんなところで、これも何百年前からこのチベットの文化と中国の文化が混ざっているので、このチベット語も書かれていて、であとウイグルの言葉も書かれていて、実際に自分の知り合いの中も一家族のウイグルから来てる方、今沖縄に住んでるんですね。なので、今度もしよければ皆さんにぜひご紹介させていただきます。とかね、1、2、3、4、5、6の言葉が書かれてるんですね。でちょっとよければ皆さん見てみてください。100円はイコール1600円ぐらいですね。100元ですね。中国は元使うんです。そうですね。なので、次はこの言葉の違いちょっと触れたいと思います。例えば、じゃあ中国人みんな言葉が違う。そしたらどう交流するのめっちゃ大変じゃないですか。そうですね。昔本当に大変だったんです。沖縄でも多分皆さんのおじいさんおばあさんはなんかあんまり日本語標準語喋れないとか、自分も一回ヤイマにいた時なんか、おじさんに日本語で声かけられたんですけど、中国人の友達を連れていて、でそしたら、おじさん何を喋ってるのって聞かれて、わからないって、日本語勉強してるんじゃんって、いやわからないっすよちょっと日本語の標準語と違う。中国語はもっとこの違いが大きいですね。さっき言ったこの紙幣にある言葉はそもそも中国語じゃない。じゃあ同じ中国語の中でも方言が多くて、大雑把に言うと中国語の中の方言は129語もあります。はい。でそれを7つの地域分けられて7大、方言という概念なんですけども、で、そしたら、みんな意思疎通できないので、1920年ぐらいじゃあ国語運動が始まって、皆さん同じ言葉作りましょうって。でこの言葉を作ったのは北京の近くの言葉をベースにした言葉です。なので、標準語は北京の言葉に近いけど、でも北京語じゃないです。もし北京にいたら北京の地元と北京語で喋ったらまたちょっとわからないなみたいな感じ。そうですね。日本も東京語というのがないじゃないですか。だけどこの言葉は東京の近くをモデルとして発展した言葉なんで、中国語もそんな感じです。厳密的に北京語喋れますかって中国人に聞いたら喋れないよ、北京人じゃないしで答えを来ると思うんですね。はい。なので例えば北京の言葉どこに行きますか。この標準語で喋ると你要去哪儿你要去哪儿どこに行きますか。でこれも後のテキストの中でちょっと触れると思います。はい。で、これは標準語に要去哪儿でも、自分の福建南の方だと母親の言葉はニコテねカリオ。はい。で、そう全く違うでしょ。你要去哪儿ニコテねカリオ。はい、と自分の父親の言葉リベキドエチトまた違いますね。なのでもう幼い頃からもう標準語も喋って、父の言葉も母の言葉ももう頭の中に常に切り替えが行われてるんですね。
まあそうですね、おじいちゃん、母親のおじいちゃんに乾かってほしいとき、母親の側の言葉をしゃべって、リベコテの借りよ、それで父親の、おじさんに乾かってもらいたいときは、ギャキチトそうこんな感じでずっと使ってきました。で、学校ではみんな標準語をしゃべってるんですね。今日は、皆さん一緒に標準語を勉強したいと思います。はい、そうですね。全然心配しなくて大丈夫です。もう本当におじさんとか、自分の親でも標準語をうまくしゃべれる人じゃないなので、それでも一子相達できるから頑張っていきましょう。はい、まず挨拶からですね。はい、ニハオ、はい、ニハオ。これみんなわかると思います。はい。で、この中国も漢字使うので、漢字の上にこのアルファベットが入っているところは中国ではピンっていう発音しやすいためにこれをつけて誰でもわかるみたいな感じで、ここに成長がありますね。このアルファベットの上にミミズみたいなこれがあって、これは発音の成長ということなんです。で、最初はニーハオ、2世で3世ハオ、ニーハオ、ニーハオ。はい、じゃあ皆さん一緒に読んでみましょうか。ニーハオ、ニーハオ、そうそう、ニーハオ、ニーハオ、こんにちは。これ一番使われている言葉ですね。あとここの下に日本語すみませんって書いてるんですけど、なぜかというと中国人のすみませんという意味は申し訳ない、もう本当に謝るという言葉なので、自分が間違えていない限りどえぶちは使わないです。はい、なので普段この挨拶的なすみませんとかこんにちはとかこんばんはとかもう全部ニハオです。そうですね。ニハオ、はい。そうですね。ニハオ。で、次、請問、はい。請問。請問は、please、英語にした please、何々聞いてもいいですかみたいな感じ。問は聞くっていう意味ですね。はい、で、請問、您、この您は最初のこの您と一緒でしょ。皆さん、ニーハオとニンハオ2種類聞いたことあると思います。この N がついてるやつと N がついてないやつ。ニーハオ、ニンハオ2種類があります。で、ニーハオとニンハオ何が違うかというと、ニンハオはもうちょっと自分を謙虚せよ、相手を立てる尊敬語になるんですね。はい、なので最初会ってない人に対してニンハオと言った方が自然です。友達はニーハオで言えば大丈夫ですね。はい。なので、今日みんな初めてなので、ニンハオ。ニンハオ。はい。で、次、請問您、もうあなたの意味なので、請問您知道は知ってるんですか？はい。您知道マイマイ那覇吗？マイマイ那覇のことを知ってるんですか？マイマイ那覇をご存知ですか？みたいな感じで。じゃあ一緒に読んでいきましょうか。請問您、はい、請問您知道、マイマイ那覇吗？はい、最後のこの「ま」は、疑問語、日本語の「か」みたいな感じです。はい。いろんな、疑問語に「ま」をつけたら自然になるんですね。請問您知道マイマイ那覇吗？はい。じゃあ皆さん一人ずつ練習してみましょうか。您好。您好。請問您知道マイマイ那覇吗？マイマイ那覇吗？はい。じゃあやってみましょうか。你好。請問你知道マイマイ那覇吗？おー、すごいすごい中国語はいつも動詞が前に来るので、そう日本語は何を知ってますか？中国語は知っている何々ですかって聞くんですね。わからないときどうしたらいいですか？いつもこのチンが来るんですね。チンはもう英語の please みたいな感じ。
なのでこのチンがつけるとあなたの、中国語が丁寧になります。これを忘れないでください。はい、たまに、施設で多分ちょっとくらい中国を勉強した日本人のスタッフがいて、でその時このチンとか使わずもうそのまま動詞とか言っちゃうとちょっとなんか怒ってるんですかって感じがします。はい、なので日本人がすごく日本語を丁寧に喋れるのになんで中国語で喋るとすごくなんか悪い感じになるかなって思うことはあります。なので必ずこのチンをつけましょう。はい、チン、チン。はい、じゃあ次、チン、到。到は日本語の至るという意味、どこどこまで行く。到。この漢字の左だけ見ても至るというのが分かるので、チン到。前面は前、前の表、前面、前の意味。でこの敵、何々敵っていう言葉は日本語ののっていう意味。はい、前のコンビに聞いてください。請問前面的便利店、便利店はコンビニです。便利のお店、便利なお店なのでコンビニでしょう。このコンビニがあれば何でもできるなので便利なお店は中国で言うと便利店。はい、便利店。便利店。で、問吧。問は聞くという意味ですね。はい、で、一つの問は聞く。二つの問という意味は聞いてみる。はい、二つの動詞が重なると何々をしてみるという意味になります。はい、問は聞いてみます。聞いてみる。はい、あと食べる。食べる。吃。で、吃。吃も食べてみる。尝も食べてみる。そうそう。あと見るは看。看吧。見てみる。そう。二つの言葉を重ねると何々してみる。はい、なので、この全部の文は請到前面的便利店問吧。このばは何々ましょうという意味です。はい。なので一緒に話してみましょう。はい。請到前面的便利店問吧。はい。これ意味はまっすぐ行ってコンビニ聞いてくださいという意味ですね。はい。ではちょっと話してみましょうか。こちらから。はい。請到前面的便利店問吧。はい。はい、自分で。はい、便利店。はい。はいはい、そうです。すごい。ちょっと長いですね。はい。で、そしたらこの人がシェシェ、ありがとう言いますね。シェシェ。はい。これ多分みんなもわかると思います。はい。ただ、字は日本語でしたら謝るという意味なんですけど、中国語ではありがとうという意味です。シェシェ。はい。で、次、どういたしまして、不用謝。はい、不用謝。中国語の否定、何々ない、何々しませんのこの否定は最初のから不。で、不要、謝る必要がない。でもこれは謝るじゃないので、ありがとうという必要がないよ。なので、不用謝。さっき、请問您知道买买在哪里吗？前々は知ってるんですかっていう質問でした。で、今回はどうやって行くんですか？ちょっと動詞が入ったりするんですね。意味は全く一緒。ただ聞かれる人によってこの表現がちょっと違ったりするので、そこもちょっと一緒に勉強してみましょう。はい。您好。您好はすいません、こんにちは。はい。请問、请問、买买那哈。はい、怎么走？怎么はどう？怎么？はい、走は日本語は走るですけど、中国語は歩くという意味です。はい、走っていくんじゃないですよ。はい、歩いていく。はい。請問买买那哈怎么走？はい。
ではちょっと、はい、一緒に練習してみましょう。がはい。まず、您好。你好你好请问请问买买那哈マイマイ那覇怎么走？怎么走そうそうそう、怎么走？あ、ちょっと疑問なので、怎么走？まあさっきのコンビニつけたら同じですね。请问便利店怎么走？あ、コンビニどうやって行きますか？そうですね。はい。で、回答不好意思。不好意思不好意思。これはどういう意味かというと、まず2番目の漢字見てみましょう。これはよしといういい意味ですね。で、次意思という言葉があって、意思はだからいい意思、いい意味で、一番前に不好意思だから否定してあるので、ちょっといい意味じゃない。なので日本語にしたら悪いです。ごめんなさいという意味になります。なので不好意思。はい、不好意思。我不知道。我は私。で、不は否定なので、不知道は知らない、知りません。はい。この我不知道、私がわからないですよという言葉を言う前に、不好意思を言った方が自然です。たまにこの観光施設の日本人スタッフにね、美ら海水族館来た不知道って言われたら、もうなんかすみません、美ら海水族館どこですか？知らんみたいな感じになるので、前に不好意思つけた方が丁寧です。はい、不好意思、我不知道。そうです。はい。じゃあわからないので、前の交番聞いてみてください。您はあなた。尊敬語。您可以可以可能您可以問問那里的派出所。派出所は交番のことです。派出所。派出所。そうですね。で、那里はあそこ。那里的この的敵はのの意味。なのであちらの交番で、さっき言った問問はどういう意味ですか？そう、聞いてみてくださいは問問。はい。で、聞いて、この可以は聞いてみていいですよみたいな感じなので、はい。您可以問問那里的派出所。そうですね。您可以問問那里的派出所。あそこの交番を聞いてみてください。はい、これちょっとね、長いなので頑張りましょう。はい、請過天橋。請また please の意味ですね。はい、請。違いますか？これ合ってます。はい。はい。請過は渡る、過ぎるという意味なので、請過で天橋立教のことなんですけど、まあ、中国は天橋は空にかけてるので、空の橋っていう漢字を使って天橋、はい、天橋、はい、請過天橋、はい、請過天橋。過は渡るの意味。過天橋。はい。で、次、左曲がる。はい。左は左。左右のさ、左。で、次、轉。轉は曲がるという意味。コロコロという、点々するという点の漢字なんですけど、はい。左轉。左に曲がるという意味。はい。請過天橋左轉。はい。次、走到。走はさっき言ったどういう意味ですか？歩く。そうそう、歩いて。で、どこまでですか？この到はどこまでの意味です。で、次、牙科診所。この牙科は歯科という意味です。牙は歯の意味で、科は一緒。で、この診断所の意味なので、歯の診断所なので牙科診所。
そうですね。走到牙科診所。はい。牙科診所。そうですね。次。右拐。はい。右拐は右を曲がる。この转と拐の意味は全く一緒。はい。右转、右拐一緒。はい。50メートル歩いたら着きます。在はさらに、その以上さらにという意味。在向前、前に向いて、なのでまっすぐ行くという意味。はい。在向前走50米。50は50の意味。はい。で、ここ米という漢字が書いてるんですけど、この米の意味はメートル、何メートルの意味。で、50米は50メートル。はい。再向前走50米。はい。皆さん一緒に話してみましょうか。再向前走50米。そうそうそう。はい。で、着きますよという意味は、就到了。就到了。はい。就はすぐ意味で、到了着くよ、着きましたよ。50メートル行ったら着きますよ。はい。就到了。はい。で、全部合わせたら、再向前走50米就到了。そしたら同じ感謝の気持ち。はい。非常感謝。さっき言った謝謝はありがとうでしょ。で、非常、非常、とても大変ありがとうございます。はい、感謝、感謝、日本語と一緒。はい、非常感謝。そう、非常感謝。で、次、不客氣。不客氣。はい。不要の不で客気、どういう意味かというと、お客さんの気取らないでください。みんな兄弟、自分の人だよ。なのでお客さんの気を取らなくて、遠慮しなくて大丈夫ですよ。なのでどういたしましてという意味ですね。はい。不客氣。不客氣。はい。非常感謝。不客氣。はい。非常感謝。おー、素晴らしい。はい。非常感謝。不客氣。はい。不好意思。不好意思。はい。さしすせそのす。不好意思。不好意思。はい。す。はい。これ軽く言っていいですか。不好意思。はい。我不知道。はい。不好意思。我不知道。そうですね。何か聞かれて、わからないねの時は、不好意思、我不知道。はい。そう。はい。次。您可以。问问。问问那里的派出所。はい。您可以问问那里的派出所。はい。您可以问问那里的派出所。このあそこはあちらはなり、なり、はい、なり、なりじゃなくてなり。そう、なりだとどこっていう意味になります。はい、あそこはなり。はい、そこはちょっと違います。您可以问问那里的派出所。OK ですか？再向前走。再向前走。50米。就到了。はい。
再向前走50米就到了。再向前走50米就到。そうですね。はい。非常感謝。非常感謝。不客氣。まあ、この非常が自分が言いますので、不客氣と答えれば、はい、お二人さん、不客氣、不客氣。OK です。そうですね。はい。ではそろそろすいません、忙しくて申し訳ないんですが、そろそろですね、その場所に行って実践となります。その場所でまた練習をお願いいたします。はい、で先生回ってきますので、みちみち先生が回ってきますのでね、助さんが回ってきたら、そこでまた今の繰り返し、自分のパートのセリフをですね、言って会話をしていただきたいと思います。でそろそろじゃあ、皆さん指定の場所に行って、準備していただきたいと思います。よろしくお願いします。